実写 BL って原作を知ってから見る派ですか？それとも見てから原作を読む派ですか？この違いだけでも同じ作品なのに刺さるポイントが変わるんですよね。こんにちは、K です。 BL を楽しむ中で原作から入る人もいれば実写ドラマから入る人、そして両方楽しむ人もいますよね。今日はどれが正しいかという話ではなくて、実際にはどう楽しんでいる人が多いのかというところから話していきます。そこでこのチャンネルを見てくださっている方に軽くアンケートを取ってみました。参加してくださった方ありがとうございました。結果はこんな感じです。大きく実写ファンと原作ファンに分け、その中で実写だけという方が 19%、 実写を見てから原作を読むという方が 50%、 原作を読んでから実写を見る方が 21%、 原作のみという方が 10% でした。一番多かったのは実写を見てから原作に行くパターンで、ちょうど全体の半分くらいでした。今日はこの数字をもとに入り口が違うとどんなところの楽しみ方が変わるのか、そのあたりを見ていきたいと思います。まず実写から入る人の視点から考えてみます。実写派の一番大きな特徴はキャラクターの顔や声、空気感が最初から一気に入ってくるところだと思います。表情や声のトーンで、あ、この人好きかもという感情をつかまれるのがすごく早い。その状態で原作を読むと物語を追うというより答え合わせをしていく感覚に近いんですよね。このシーンこんな気持ちで言ってたんだとか、こんな背景もあったんだとか。なので実写から原作の順番が合う人が多いのもすごく自然だなと思います。後から原作を読むと原作との違いに気づいたり、背景の説明が補足されたり、実写では表現できなかった濃厚なシーンがあったり、また違う楽しみがありますよね。逆に実写の役者さんのイメージから入ると、絵柄からキャラクターのイメージの違いや展開に違和感を感じてしまったり、濃厚なシーンが苦手な方もいると思うので、別物として両方楽しめる方と実写だけで完結したいという方に分かれると思います。特にキャストのファンだと分かれるかもしれませんね。一方で原作から入る人はどうかというと、すでに登場人物の心情や行間の空気を知っている状態で実写を見ることになります。その分実写で感情が補完された瞬間がすごく気持ちいい。逆に言うと、ここはちょっと違うかもって感じることが出やすいのも事実です。でもそれってどちらが良いとかどちらが正しいとかじゃなくて、同じ作品でもどこに刺さるかが違うだけ。入り口が違うと楽しむポイントが変わる、それだけなんですよね。普段から BL を読んでいる場合、好きな原作が実写化された時の違和感やキャラクターのイメージが違うと感じてしまって、あまり実写を見ないという人も意外と多いかもしれません。単純に見た目自体の印象が違うと感じる場合も、実写で動いた時に変わってしまう、脚本や演出が原作と離れてしまったと感じるといったパターンもあると思います。実写と原作のどちらから入っても両方楽しめるとしたら楽しみが倍増しますよね。ここまで実写派と原作派それぞれの入り口の違いを話してきましたが、じゃあ私はどっちなのかというと、実写ドラマを見るようになったのがここ2年くらいの話なので、元は原作派、小説から入っているので漫画をあまり読んでこなかったというのもあります。ただ原作至上主義というわけではなくて、今は原作と実写は別のものとして楽しめるようになったという感覚に近いです。なので今の私はどちらかに固定しているわけではないです。人気の原作がドラマ化されるケースがほとんどなので、どちらかというともともと原作を知っているケースが多いですね。なので原作を読んでから実写を見るという流れが自分には一番しっくりきています。原作を読んでいたからこそ実写でどう表現されるのかが気になって見るということが多いです。とはいえ逆に実写化をきっかけに原作を買ったことももちろんあります。特に未読だった漫画原作の作品の実写を見てから、これはちゃんと原作も読みたいなと思って思わず買ってしまったり、実写化の発表があってから原作を購入した作品もあります。なので私自身も今では原作派ですとか実写派ですとはっきり言えるタイプではなくて、作品ごとにその時の興味とかタイミングで行き来している感じになりました。実写化されることを知って
原作を先に読むというパターンもあります。ドラマを見てから思わず原作を買ってしまった作品もあります。例えば日だまりが聞こえる。これはドラマを見始めてすぐにこれは原作を読まなくちゃと思って気づいたら全部揃えていました。原作は今も続いていますし、ドラマ CD まで買ってしまっていて、個人的にはかなりお気に入りの作品です。実写を見てからという意味では一番ハマった作品かもしれません。他にも恋をするなら2度目が上等は作家買いして積んでいた作品をドラマを見た後に読みました。あの頃は1話を見てこれは先に原作を読もうと思って速攻で手に取った作品です。修学旅行で仲良くないグループに入りましたも買って積んでいたところに実写化が決まって例外的にドラマを見た後に改めて原作小説を読みました。別の動画でその話をしています。こんな風に作品ごとに実写と原作を行き来している感じですね。漫画原作と実写ドラマのそれぞれの楽しみ方ができるのとは別にいろいろな入り方をしてきた中で私自身が一番楽しいなと感じているルートがあります。それが小説原作のドラマです。個人的に小説原作の実写化は本当に良い作品が多いなと思っていて、私が一番好きなのは小説原作を読む、実写ドラマを見る、もう一度原作を読むという流れです。週中は事前に読んでいませんでしたが、もともと読んでいた小説が実写化されたケースにおいてこの流れが一番楽しいと感じています。まず最初に原作を読んでいる時は世界観や登場人物の心情をじっくり味わう時間になります。行間とか言葉にされていない感情とかそういう部分を想像しながら読むのが小説原作の一番の楽しさだと思っています。そこから実写ドラマを見ると今度はその感情が一気に立体化されるんですよね。表情とか声のトーンとか間の取り方とか実写ならではの表現で頭の中にあったものが目の前に現れる感じがあります。そしてその後にもう一度原作を読み返すと同じ文章なのに見え方が全然違ってくる。実写を一度通った後だからこそ原作の言葉がもう一段深く刺さるんですよね。文字を追っているだけなのに実写の役者さんたちが脳内で自然に動き出す。最初に読んだ時とは違う形で映像や音が頭の中に広がっていく感じがあります。私にとってはこの再読の時間が一番贅沢な楽しみ方だと思っています。小説原作のドラマで言うと降ったら土砂降り、毒恋、イフの世界で恋が始まる、どれもドラマの後に原作を読み返して役者さんたちのイメージで楽しめた作品です。修学旅行で仲良くないグループに入りましたはドラマの後に読みましたし、永遠の昨日は随分前に新装版を読んで以来まだドラマの後に角川版を読めていません。正直絶対に泣くと思ってまだ寝かせている状態です。その中で個人的に少し例外だったのが美しい彼です。これは原作も大好きで実写もすごく良かったんですが、設定や表現が違う部分もあって脳内で役者さんが動き出すというタイプではありませんでした。私の場合何度も読み返している原作で先にドラマ CD を聴いていたこともあって読み返す時に浮かぶのは声優さんたちの声なんですよね。でもそういう前提がなければ実写の後に原作を読んで楽しめる方もきっと多いと思います。小説原作のドラマでもしまだ原作を読んでいない方にはぜひ一度体験してみてほしいです。新作ドラマの情報解禁もありましたね。コントラスト。キャストは学年一の人気者青山かなた役に結城春日さん、学年トップクラスの成績を誇る秀才の千川明役に阿久根春瀬さん、セラピーゲームの辰巳役ではちょっとしか出なかったのが残念でした。イケメン2人の主演は楽しみでしかないです。皆さんはどう楽しむ予定ですか？ ITZ 先生の原作漫画をすでに読んでいるという人もいれば、実写化を知ってこれから先に原作を読もうかなと思う人もいる。逆にあえて何も知らない状態でまずドラマを見てみるという人もいますよね。中には原作が好きだから実写は見ないという選択をする人もいると思います。どれも全然ありだと思っていて、その作品をどういう距離感で楽しみたいか、どこに一番ワクワクするかで選べばいいので、これから始まる作品も原作を先に読むかドラマを見てから判断するか、
今回は見るだけにするか、その選択自体も楽しみの一つではないでしょうか。ちなみに私はすでに読んだ作品です。 ITZ 先生の絵がすごく綺麗で、たまたま小説を表紙買いをしたことがありました。そこで知った作家さんでしたが、 BL アワード2022のコミック部門にランクインしていた作品でした。その時にも表紙買いして同じ作家さんだと知った作品でした。この世界観を実写でどう描いてくれるのか、とても楽しみにしています。ここまで話してきて、皆さんそれぞれに思い浮かべているパターンがあると思います。すでに原作を読んでいる方、実写化を知って先に原作を読みたくなるタイプでしょうか。それともまずはドラマを見てみて、よかったら原作も読む派でしょうか。原作が好きすぎて実写はあえて見ないという選択をしている方もいるかもしれません。どれも BL の楽しみ方としては全然ありですよね。私自身も原作と実写を行き来しながら楽しめる作品にたくさん出会えたらいいなと思っています。先に読んだ方が楽しい作品もあれば、見てから読んだ方がしっくりくる作品もある。その時の直感を大事にしながら楽しんでいけたらいいですよね。もしよければ皆さんはどこから入ることが多いのか、これまでにドラマを見て思わず買ってしまった原作の話などコメントで教えてもらえたら嬉しいです。引き続き楽しい BL 生活を。また次の動画でお会いしましょう。